もちもち生地のミルクレープを作りました。こんにちは、卵しみれのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はミルクレープを作りたいと思います。ミルクレープって結構ね、生地薄めに作るのがポイントなんですけど、その薄めに作るポイントだったりとか、あとは焼き色をきれいにつけるコツだったりとかをご紹介していきたいと思います。ということで今日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、材料はこちらです。薄力粉、卵、牛乳、グラニュー糖、バター、サラダ油です。今日はね、バターをね、溶かして溶かしバターを入れて、バターが香る美味しいミルクレープを作っていきたいと思います。はい、で、中に入れるクリームはこちらです。生クリームとグラニュー糖です。はい、それではまず溶かしバターを作ります。バターを電子レンジで加熱して溶かしバターを作ります。はい、こんな感じでね、しっかりとバターが溶ければ OK です。溶かしバターは一番最初に作っておいて、少しね、粗熱を取っておきましょう。ボウルに卵を割り入れます。はい、卵を2つ割り入れます。まずね、卵を溶きほぐします。卵を溶きほぐしたら、ここにグラニュー糖と、あと溶かしバターを入れます。で、溶かしバターをこれ入れるタイミングなんですけど、牛乳入れてからね、最後に入れちゃうと、この溶かしバターの油がね、浮き出てきちゃうので、牛乳入れる前に溶かしバターを入れるようにしてください。よく混ぜましょう。で、よく混ざってグラニュー糖のシャリッとした感じがなくなったら牛乳加えます。はい、で、よく混ぜます。で、こちら液体の生地を全部混ぜたら、小麦粉をね、最後ふるって加えます。小麦粉をね、必ずふるって加えるようにしてください。で、これを混ぜます。で、最初はね、こう優しく混ぜてください。で、これはね、よくダマがなくなるまで混ぜるようにしましょう。こうよく混ぜることで生地がね、破れにくくなります。で、よく混ぜて、ほとんどね、ダマがなくなれば OK です。そうしましたら生地を一旦こします。こうやってね、こすことで生地がね、綺麗に焼き上がります。これをこします。なかなかね、小麦粉のダマダマが混ぜるだけでは取れたりしないので、こうやって一回こしてあげると細かいダマも取れて、綺麗なね、均一な生地になります。生地をね、1時間ほど寝かせます。冷蔵庫で1時間生地を寝かせると、粉と水分がよく馴染んで、綺麗でね、もっちりとした美味しい生地に仕上がります。1時間待てない時は最低でもね、30分ぐらいこう冷蔵庫で寝かせてあげるといいかなと思います。はい、ということでこちら冷やしたいと思います。はい、冷やし終わりました。硬さ的に言うとこのぐらい、ちょっととろーっとサラーっとした生地になってます。ではこちら焼いていきたいと思います。はい、それでは早速焼いていきたいと思います。で、フライパンを用意して、で、フライパンは今回ね、20センチのフライパンを使います。ここに油をね、引きます。で、油の量なんですけど、あんまりね、薄すぎても焼き色がね、綺麗につかないので、こんな感じ、ちょっと浮き出るぐらいの油の量にしましょう。はい、そしたら火にかけます。火加減はね、中火です。で、フライパンをね、30秒から1分ぐらいに温めましょう。で、目安としてはここに敷いたサラダ油がさらっと流れたら、フライパンがね、もう温まってる証拠なので、はい、それではね、フライパンが温まったので焼いていきます。で、このフライパンちょっとちっちゃめなので、お玉半分ぐらいかな、3分の2くらいまで流し込みます。はい、で、そしたら入れたらこうやってくるくるっとフライパンも回します。はい、こんな感じで周りがね、ちょっと焼き色がつくまで焼いていきます。で、これはね、フライパンの大きさによってちょっと1杯のね、量が変わってくるので、大きめのフライパンの時はお玉1杯分ぐらい入れちゃって大丈夫です。でね、今回ね、菜箸使ってめくっていきます。で、こっちがまだ焼けてないので、焼けてないとこにね、こうやって火を当てて焼き色を調整しましょう。いい感じにね、焼き色がついたら、こうペロッと剥がして、ペロッと剥がすとここ持てるので、これをね、持ってと裏返します。で、裏面は15秒ぐらいで大丈夫です。はい、 OK です。そしたら火を止めてお皿に移します。
はい、こんな感じでいい感じに焼けましたね。そうしましたらこれをね、何枚も焼いていきたいと思います。焼き終わったら一回火を止めて、フライパンがね、今熱い状態なので、このままサラダ油をまたピュッと敷いてあげて、で、軽く拭き取って、で、そしたらもうこのまま生地を流し込んじゃいます。で、くるくるくるっと回します。はい。で、これ回し終わってから火をつけて中火にします。で、この時に弱火でやっちゃうとベチッとね、生地がついちゃってひっくり返しにくくなっちゃうので、中火で焼くようにしてください。で、焦げそうな時はこうやってね、浮かしたりとかして調整すると綺麗にね、焼けます。で、こっち側がね、焼けて、こっち側がね、まだ焼き色ついてない時はこうやってね、フライパンをずらしましょう。で、目安としてはこのぐらいね、焼き色がついて、ここら辺もね、うっすらと焼き色が見えてきたら裏返します。そのぐらいのねタイミングがねちょうどいいかなと思います。そうするとねこのぐらいの焼き色になります。でこれでまた15秒焼きます。ね、これを永遠と繰り返すというね、やってるうちにねコツがつかめるので何回も繰り返してやりましょう。はい、こんな感じで焼けました。そうしましたらこちらね少し冷まします。乾燥しないようにラップをして冷まします。はい、それではね、クリームを泡立てていきます。生クリーム泡立てるときはね、氷水に当てながら、そうするとね、だれたりしないので、しっかりとね、氷水で冷やしながら泡立てましょう。ここにグラニュー糖ですね。で、混ぜます。はい、で、このぐらいの硬さですね。ふわっと、このぐらいです。ここまでね、クリーム状にしたら、もうこれをね、氷水に入れたまま使います。はい、生地が冷めました。卵1個分の分量の枚数だけ増やしました。はい、こんな感じです。で、そうしましたら、綺麗にね、丸くしようかなと思いますので、このセルクルで丸くくり抜きたいと思います。で、もしセルクルがない時は、こういうこの底が外れる、こういう型あるじゃないですか。まあ、底外れなくてもいいんですけど、こうやって当てて、この周りをね、包丁でクククっとやれば、丸くくり抜けるので、まあ、セルクルじゃないといけないわけじゃないので、牛乳パックとかでね、こういうセルクル作っていただいて、その周りを包丁でこう切り込みを入れて丸く切り抜くっていう方法もできます。はい、それではまずねこのミルクレープ5枚ぐらいかな、1枚ずつ取って、このぐらいね結構ねペラッペラにできました。このぐらい。はい、こんな感じで揃えていきます。15秒焼いた裏面こんな感じです。若干こう焼けてる感じですね。で、そしたらこのセルクルを当てて、この周りをこのナイフでねこうカットしていきます。はい、で一周くるっとカットして、この周りをねまず最初に剥がしちゃいましょう。ちょっと、はい、こんな感じで、これはねまあこのまま食べてもいいですしね、お好みで召し上がってください。綺麗な丸にくり抜くことができました。かなり薄く仕上がってるんですけど、1日ちゃんとね生地寝かせて生地が安定しているので破れにくくなってます。肩とかその大きさはねお好みで選んでいただいて大丈夫です。でこうやったら包丁でね切り込みを入れていきます。でブーって取ると、でここねこういうねまだ切れてないところがあったりするので、はい、こんな感じです。はい、で取ったら外側をまず取ります。はい、これでね生地は完成です。ではあとはね施していきたいと思います。はい、それではクリームをね挟んでいきたいと思います。でこれね私回転台を持ってるので、この回転台に乗せてねくるくるしながら、やりたいと思います。お皿とかまな板の上でやっていただいて大丈夫です。そしたらまず、はい、このぐらい乗せます。でそしたらねこういうものがあればねこれでピーって伸ばしていただいて、ナイフとかでもね大丈夫です。でこれで伸ばしていきます。でそしたらこの上に生地をのせます。はい、そしたらまたこの上にクリームのせます。これをまた伸ばします。これがね意外と難しいんですよね、伸ばすのがね。でまたのせます。でそしたらのせます。これをね10回以上繰り返していくというね。はい、
これね、ポイントは真ん中に重心を当てながらこう外側にこうクリームをやっていくイメージですね。はい、それではいよいよ最後となりました。生クリームポトッと。はい、それでは最後の1枚のせます。よいしょ。はい、乗っかりました。そしたらちょっとね、この周りのクリーム取りたいと思います。これをね、縦に当てて、はい、これで完成しました。ミルクレープです。こんな感じに仕上がってます。16枚分です、これ。はい、そうしましたらこちら冷蔵庫で1時間冷やしたいと思います。はい、1時間経ちました。これでミルクレープの完成です。はい、それではカットしたいと思います。ナイフはね、ちょっとお湯で温めると切りやすいです。はい、こんな感じに仕上がりました。中身はね、こんな感じになってます。はい、ということで完成しました。いやー、いっぱい焼いた甲斐がありましたね。それではいただきたいと思います。あ、崩れてしまった。いただきます。クレープの生地がすっごいもっちもっちしててめちゃくちゃ美味しいです。はい、ということですごく美味しいミルクレープが仕上がりました。今回のミルクレープのポイントはですね、まず1つ目、バターを入れるタイミングですね。牛乳を入れた後にバターを入れてしまうと油が浮いてきてしまうので、牛乳を入れる前に溶かしバターを入れるようにしてください。滑らかで美味しい生地に仕上げるには、生地の液体を混ぜてから一度こしてあげると滑らかで美味しいクレープに仕上がります。ちょっと粘度が高い時は牛乳で薄めるようにしてください。生地の柔らかさは動画をね、参考にしていただけたらと思います。もう一つ、生地はですね、一旦冷蔵庫で1時間ほど冷やしてください。すぐ焼いても問題はないんですけど、ちょっと時間を置いた方が生地の粉と水分がよく馴染むので、薄くてもね、破れにくい生地になります。生地をね、焼く時のポイントとしては、弱火で焼いちゃうとフライパンにくっついちゃってうまくひっくり返せないので、中火で焼くようにしてください。裏返す時はね、やけどだけは注意してください。もしフライパンが熱すぎちゃう時は、濡れ拭きなので一回こうジュッとやってフライパンの温度を安定させてください。油なんですけど、油薄すぎても綺麗にね、こう焼き色がつかないので、ある程度の油は必要なので、油がなくなったらね、ちゃんとこう引くようにしてください。裏返すタイミングは周りが茶色く焼き色がついて、下の底の焼き色がね、うっすらと見えてきたらひっくり返すようにしてください。今回の分量でいくと20センチ前後のフライパンだと12枚から13枚作ることができます。私はね、ちょっとね、厚みを出したかったので、卵1個分の分量でまた生地を作って、で計16枚のミルクレープにしました。なのでお好みのね、高さに合わせて生地も焼くようにしていただけたらと思います。卵1個分で作るときは他の分量も全部半分で、計量していただけたらと思います。はい、ということですごく美味しく仕上がったので、作ってみるとね、簡単で楽しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということで今日はもちもちのミルクレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてるので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。